皆さん、こんにちは。アボちゃんの観察日記です。今回はクリスマスローズです。3年前の2022年に、この白の花から種を採取しました。それから3年間育ててきたものが、ついに咲きました。今回は、普通に受粉したクリスマスローズが、花を咲かせると、どんなお花が咲くかをお届けします。また2024年から2025年の我が家のクリスマスローズの様子も一緒にお届けいたします。今回は園芸をやめてしまった時期がありました。その時の苗の様子とその後の様子も見ていただけたらと思います。2024年5月。この時はまだ園芸を頑張っていた頃でした。発芽から2年目を迎えた苗も順調に育っていました。しばしの時が過ぎた2024年11月23日。夏が過ぎたのに暑すぎた9月あたりから園芸をやめてしまいました。せっかく順調に育っていた苗がボロボロになってしまいました。花壇のクリスマスローズもこんな状態でした。この雑草がたくさん生えていて、根っこが強くて抜くことができません。異常な暑さに強い雑草、心が折れました。とりあえず、苗をきれいにすることにしました。しおれた葉を取り除きます。雑草も取りました。翌日の11月24日。こちらは、昨年も開花していた苗です。世話をしばらくしていなかったら、こんなに干からびていました。でも、株元を見たら、新芽が出ていました。この時はまだ、園芸のモチベーションがありませんでした。毎年、クリスマスローズの株分けは、夫との共同作業。夫から、株分けをしようと声をかけてくれました。そして、夫が率先して、株分けをしてくれたのでした。どうしようもなく、やる気が出ないとき、助けてもらえて嬉しかったです。私が一人で株分けをしないといけなかったら、多分、このまま枯らしていたと思います。株分けをして、さらに下半分くらい根っこを切りました。これが、その下半分の部分です。相変わらず、毎年、根っこの量がすごいです。この後、それぞれの株を10号鉢に植え替えしました。前日に、傷んだ葉を取り除いた、種から育てた苗です。この苗も植え替えすることにしました。根っこの様子はどうでしょうか。そこまでびっしり根が回ってますね。新しい白い根っこもありますね。一回り大きめの鉢に植えることにしました。根っこが伸びやすいように少し根を崩して植えました。鉢底に底石は入れず土を入れて植えました。12月21日。植え替えからしばらく経ちましたが、あまり成長がよくありません。この時期はもうだいぶ寒かったからでしょうか。株分けした親株の様子です。古い葉を全部落として育てていました。新芽は出ているけれど、なかなか伸びてきません。2025年2月14日。植え替えから3ヶ月くらいです。あまりいい感じではないですね。株分けした親株です。なんとか葉が少し出てきました。こちら側の株分けした親株は、日当たりが良い場所のせいか、葉の艶が良いように感じました。3月6日、種から育てた苗が、とうとう咲いてきました。咲いた花のお顔を見ていきましょう。わあ、結構、綺麗ですね。花びらの赤い部分が、親より多いです。
これは白が多いですね。これは綺麗ですね。儚げな感じがいいです。こんな感じで、どれも花びらはダブル咲きで親と同じでした。花びらの色も多少の違いがあるけれど、白でした。違いは花びらの中のブロッチの部分くらい。ブロッチが多いか少ないか、色が濃いか薄いか、それだけ。普通に受粉すると、親と同じ花になることが分かりました。こちらは株分け苗です。一番右端が種の親株です。親株の方が花が咲くのが遅かったです。これはブロッチがないタイプのダブル咲きの株です。とりあえず枯れた状態から復活してくれてよかったです。日当たりが良い場所の株分け苗です。左の株が種の親株です。この株はブロッチが少なめです。なぜか今年は花がぷっくりしています。外側の花びらに部分的に黒っぽい艶が出ていて、それが美しいです。赤い方はシンプルです。10月から寒かったから濃い綺麗な赤色で咲いてくれました。3月9日、種から発芽させると親とほぼ似た花が咲くことが分かったので、違うお顔の花を買ってきました。左端の黄緑のクリスマスローズの名前はハイスブレーカーマキシーと言います。この花は年内開花が見込めるそうです。咲き始めは白、それから黄緑になっていくそうです。種はできないらしいです。横向きに大きな花が咲いてインパクトがありますよね。12月くらいから4月くらいまで観賞できるのがいいなと思っています。次に紹介する花はこの黒っぽいお花です。すでに我が家にある赤黒っぽいシングル咲きのと色が似ています。でもお店で見てたら見とれてしまって買ってきてしまいました。花びらの色が美しいですね。花の中心近くの花びらの色が淡い黄緑色で、それがまた美しい。そしてピンクのダブル咲きも買いました。ピンク色のクリスマスローズが欲しいと思っていました。クリスマスローズって咲いている状態であまり売られていませんよね。販売されている数少ない開花苗の中で一番気に入った花を買ってきました。この花は花の裏側がピンク色が強くて、それが美しいです。日光が当たるとかなり明るいピンク色を放ちます。そしてこのフリルっぽい花びらの形状が素敵です。クリスマスローズは花が咲いてある苗を買うのがいいかもしれません。これを買って少し園芸への情熱が戻りました。3月12日、種の親株です。葉を切り落としていたのが功を奏したのか、この苗を購入して以来、一番の美しさで咲いてくれました。もともと、この苗は売られている時から状態が良くありませんでした。そして、管理をサボっていたにもかかわらず、こんなに綺麗に咲いてくれました。植え替えしてからは、1000から2000倍の液肥を週1であげていました。3月12日、花壇のクリスマスローズの手入れをやっとしました。これじゃあまりにひどいですよね。葉を取り除いて花穂だけにしました。花穂が伸びきれず、ところどころ花穂がぐにゃっと曲がってしまっていました。弱々しい花穂もありました。葉が覆い茂っていたので、この時点では花穂が少なかったです。肥料と殺虫剤を入れることにしました。こんな風に
苗と苗の隙間に肥料と殺虫剤をまきました。それを表面上の土と軽く混ぜ合わせました。混ぜながら、今更育つかなぁと不安になりました。よく見てみると、花穂がたくさん、株の中心にうずくまっていました。早く自由に伸びたかったんだろうなぁと申し訳なく思いました。途中で、土に中に引っかかっている雑草の根も取りました。植物は、その場から動くことができません。管理者がきちんと世話をしないといけないのです。我が家の植物にとって、私がお母ちゃんであることを忘れていました。辛いことに悩むより、大切なことを優先すべきでした。すだちの木の下のクリスマスローズ花壇も、草取りと肥料、殺虫剤の手入れをしました。種から育てた苗も、再度、汚い葉を取り除きました。3月22日、植木鉢の親株たちが見頃を迎えていました。種から育てたもののうち、約半分の株が開花しました。発芽したものは、ほとんど枯れることなく育てることができました。枯れたのは、数個でした。秋が来て寒くなってきたら、日当たりの良い場所に置くといいみたいです。それから、横向きに伸びた葉も取った方がいいみたい。液肥は、1000から2000倍くらいのものを週1であげました。3月25日。種から開花した苗です。きれいに育ってくれました。よく育ってくれたものからお嫁に行きます。たくさん苗がありすぎて我が家に置いておけないので、苗をもらっていただけてありがたかったです。3月29日。手入れから17日後の様子です。かなり早い回復力で成長してくれました。17日前はこんな感じでした。それがここまで育ちました。すだちの下の赤いクリスマスローズはたくさん咲きました。4月8日。この時期、まだ寒くて花がとても綺麗でした。家の中の光加減で見るクリスマスローズです。家の中からだととても赤色が映えて美しい色合いで見ることができました。このシンプルな赤いクリスマスローズも苗がたくさん増えました。それでこの2つももらっていただくことにしました。4月10日。少しずつ暖かくなってきて花がアンティークカラーになってきました。2024年の秋から寒さが通常通りにやってきたおかげで、今季は花の色がずっと美しかったです。細くなったけど手入れをしてよかった。花壇もこの通り見事に咲いてくれました。花壇の右半分は種から育てた複数の苗です。左の親株とほぼ同じです。花の色や茎の色が少し違う程度でした。4月18日。そろそろ25度を超える夏日がちらほら出てきました。暑い日には葉がしおれやすくなってきました。植木鉢の株は花と傷んだ葉を切り落とすことにしました。切った後、ブルーベリーと梅の木の西側へ移動させました。4月21日。花壇はまだ美しいので、ゴールデンウィークが終わる頃まで鑑賞します。4月22日。今回購入したピンクの花から種が取れました。これは動画には残さないと思うけど、種まきを楽しんでみようと思います。30日には赤い購入苗からも種が取れました。赤いものも種をまいてみることにしました。開花まで長いので楽しみたい分だけ頑張ってみようと思っています。ということで今回で一応種まきから開花までお届けいたしました。最初の動画から今回の動画まで見てくださった方、ありがとうございます。最後までやり遂げることができて、今はとても嬉しいです。YouTube をやっていたことも続けるための一つの方法だったと思います。私の動画を見てくださっている皆様に感謝いたします。いつも本当にありがとうございます。これからも少しずつ動画を配信していきたいと思っていますので、お暇がありましたら、よかったら見に来てくださいね。それと、
今後しばらくコメント欄を閉鎖いたします。否定的なコメントを受け付けるメンタルが保てないことと、AI による返信コメントが用意されるようになったので、コメントの信憑性が低くなっているように感じるからです。そういった理由から、しばらくコメント欄を閉鎖いたします。今まで温かいコメントを送ってくださった方々、本当に感謝しています。よかったら、これからも動画を見ていただけると嬉しいです。それでは、また次回も、よかったら見に来てくださいね。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。よろしかったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。次回もまた見てくださいね。